皆さんこんにちは、れいこです。YouTube はお久しぶりになりますけれども、私の中では今回が、YouTube シーズン3始めみたいな感じで、今おしゃべりしているんですけれども、今回はですね、このチャンネルの中でね、今のところ、人気があるのが豊かさとかお金に関することなので、出始めにね、今回もお金、豊かさについて、それを引き寄せるね、コツをシェアしたいと思います。このチャンネルにたどり着く方たちは、おそらく、こういうスピなことだったりとか、なんか不思議な話だったりとか、宇宙の法則、引き寄せの法則みたいなものを、見聞きしていたり、もうがっつり取り組んでらっしゃる方たちがね、ほとんどなんじゃないかなと思うんですけれども、そんな中で、お金の引き寄せっていうのは、結構うまくいく人もいれば、なかなか全然うまくいかないっていう、そっちの後者の人の方が多いんじゃないかなっていう印象です。お金の引き寄せってね、ほとんどの方がなかなかね、結果出にくい。出ても、なんか一瞬だけとかね、そういう方が多いんじゃないかなっていう印象があります。で、そんな中でね、みんなでね、豊かになっていきましょうよっていうことで、コツの一つをね、今回は投下していこうと思うんですが、その、お金を引き寄せるときに、普通だったらね、たくさん労働時間を増やすとかね、何か副業を始めて、なんか一攫千金とかわからないけど、なんか株やってみてとか、でも株やるためには元手がないとみたいなね、元のお金がないとねみたいな感じで、いろいろ現実的な方法とか考えられる方もいらっしゃると思うんですけど、で、それはそれで別にいいんですよ。でもそもそもの意識が豊かさとマッチしてないと、やっぱりそんなにいい結果が出にくいっていうのがあるんですね。なので、どちらにしてもね、現実的なアプローチをするにしてもしないにしても、こっちの意識の内なる世界観の方が重要だっていうことはまず一つね、もう頭にもうガリガリに書いておいてほしいんです。で、その上で今日シェアするのは、一人だけじゃなくてみんなでっていう盤上で引き寄せをするっていうことです。どういうことかっていうと、例えば宝くじ何億円当たりますようにとかって、でもそんなに当たらない。で、なんでかっていうと、宝くじに例えば1億円、2億円、3億円当たりましたってなった時に、なんか申し訳ないなって思う人もいると思うんです。なんか自分だけそんなに億万長者になって申し訳ないなってなってくると、親戚に配ろうかなとか、お世話になったあの人にもお裾分けようとか、友達に会ったらおごるべきだよねとか、なんかいろいろ思ってくると、なんか、めんどくさいとか、なんか大変だなみたいな、そういうのも出てくる人もいると思うんですね。であったりとか、なんか急に自分がお金持ちになったってなると、誰か狙ってるんじゃないかみたいな発想も出てくるんですね。なんか急にお金持ちの人だけになぜかこっそり届くなんかそういう高級クルーズのご案内とか、なんか別荘購入しませんかみたいなパンフレットが届くとか、なんで知られてるんだろうとか、怖いってなってくると、今度は防犯意識が高まってくるんですよ。泥棒に狙われてるんじゃないか、なんかそういうリストに加えられてるんじゃないかとかって。で、そうすると、お金をたくさん持つと、考えなきゃいけないこと、やらなきゃいけないこと、今まで以上に増えるっていう風になってくると、なんかね、もういいやって、そっちに結構ね、意識が向いたりすることもあるんです。しんどいなーって。で、そのまま、お金引き寄せたヤッホーみたいなイメージが、なんか勢いがね、低下して、結局現状維持。なんてこともあるんですね。なので、じゃあ何が言えるかっていうと、結局自分だけがって思うから、いろんなしんどい思いが出てきちゃうわけですよ。なんでかっていうと、皆さんいい人だから。なんか自分だけがそんないい思いをしちゃったらっていうところからの差異が生まれちゃうわけですね。なので、自分が住んでる街中の人全員が宝くじに当たるだったりとか、お給料が上がるとか、なぜか売り上げが上がるとか、親戚からお小遣いもらったとか、商品券が当たったとかね。みんながなぜかその人が望むだけの最高レベルの豊かさを受け取っている。その最中で自分もやったー引き寄せましたっていうイメージにすると、スルッと叶うんですよ。なぜならもうみんなもお金持ちの中で自分もお金持ちになるので、心配してたことが全部意味がなくなっちゃうから。
別に自分だけにカタログが届いてるわけじゃない。みんなにも届いてる。別にじゃあ新聞と同じか、チラシと同じかっていう感覚になるし、親戚に配る。みんなのところにも届いてるよね。じゃあ別にしなくていいかとか、もちろんしてもいいんだけど、だったりとか、誰かに狙われる。泥棒ももうお金持ちになってるか、じゃあ大丈夫かとか。なんかそういう感じで自分が不安に思う想像っていうのを全部消しちゃって、ナンセンスな考えに。だから結局自分が最初に自分だけがお金持ちになるとか、自分だけの数字が上がるって思っちゃう盤上だと心配が出てくるじゃないですか。だけどみんなもそうなるってなると、それ以前に想像してしまっていた心配っていうものがナンセンスになるわけですよね。意味がないっていうか。だから出てこないわけです、その心配が。すると、お金を引き寄せるぞ、わーいっていうみたいな、お金が得たらこれ買うぞとか、こんな経験するぞとか、安心できるっていう、そのイメージの勢いを保てるんですね。でもお金持ちになったらこうなっちゃうかっていう、そのエネルギーの勢いをストップさせないんですよ。そのままスーンって活かせる。すると、簡単に叶うんですよ。本当にこれが、めちゃくちゃパワフルなので、自分だけがって思わずに、みんなもかって思うといけちゃうんですよね。で、これは現実にそうなるとかは全然関係ないんです。現実そうなってないから意味ないじゃないですかとか、もうどうでもいいんですよ。内なる世界観の自分自身のね、それぞれ皆さんの内なる世界観でどう感じてるかが大事なんですよ。つまりお金持ちになるぞ、よし引き寄せるぞってやって、でもなって勢いを落とす感覚にならなければ、どんなイメージ、その盤上を使ってもいいってことなんですよ。だからもちろん街中じゃなくても、世界が豊かにならないと私それやっぱ自分にはちょっとそれを許せませんみたいな人は、世界中の人がお金持ちになったとか、みんなが夢を叶えたっていう盤上の中で引き寄せのイメージをすると、スルッといったりすると思います。で、このね、イメージが必要ない人はもちろんいいんだけど、でもこれやった方がね、本当にそんな風にお金を得ちゃったらね、自分も悪い人になっちゃうんじゃないかとか、悪い関係性が生まれるんじゃないかとか、お金目当ての人が近づいてくるんじゃないか、みたいな発想が出なくなるわけですよ。だってみんなお金持ちなんだからっていう。なので、こんな感覚もね、皆さんのポケットに入れておいていただけると、引き寄せっていうものがもっと楽しくね、簡単になって、人生めちゃくちゃ思い通りとか、人生って面白いな、みたいな日々がね、やってくると思うので、ぜひお試しいただければなと思います。はい、そんな感じでこのチャンネルの、再スタートにぴったりになっていればいいなと思うんですけれども、ぜひね、いいなと思ってくださったらね、高評価ボタンとチャンネル登録していただければなと思います。今後もね、サイキックとして、見聞きしたこととか、体験してきたこととか、これ絶対みんなシェアした方がいいよね、みたいなことをどんどんね、YouTube に投下していって、この世界って何とか、私たちって何みたいな、この後どんなことが広がって待ってるのっていうのを、みんなで知っていく中での大きな絵のね、パズルのピースの一つに、このチャンネルだったりとか動画が、そういうね、ものになっていったら嬉しいなと思っているので、ここで、皆さんと意識を上げて、拡張してね、一緒に行けたらなと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。この喜びの100万倍の喜びが訪れますように。ではでは。